皆様こんにちは。先織り作家のなおなおです。今回再生させる生地はこちらです。ネクタイです。ネクタイって知らず知らずのうちに溜まっていきませんか？ネクタイの生地はとても高級です。でも使わなくなってお家で眠っているものも増えたりしませんか？捨ててしまうのは待ってくださいね。この動画を最後までご覧いただけますと、ネクタイを新しい布に再生する方法がわかります。なおなお先織りチャンネルでは、先織りのこと、着物の再生について動画を作成しております。ぜひチャンネル登録をお願いします。今日はこのネクタイの生地を細く裂いて折っていきます。まずはこちらのネクタイをほどいて1枚の布にしていきます。使う道具はこういったミシン目などをほどく道具を使います。縫ってあるところに刺して糸をほどいていくとネクタイが広がっていきますので、このようにしてほどいていきます。中の芯とこちらの当て布も外していきます。これでネクタイが1枚の布になりました。ネクタイをほどくとこのようなパーツに分かれます。今日使うのはこちらのシルクの生地の本体のものを使っていきます。ネクタイを切るときは細い方から切っていきます。約 2、3 センチの幅で切っていきます。縦方向に切っていきまして、最後 2、3 センチを残し斜め方向に、また反対側の斜め方向に切っていきまして、今度は太い方から細い方に向かって2、3センチの幅で切っていきます。細い方までいったら最後は残して中心部分に行ってまた折り返して渦巻き状にぐるぐると切っていきます。こうして一本の長い紐のような感じに切っていきます。それではネクタイを細く切っていきます。途中でついである部分があるのですが、気にせずに切っていきます。角まで来たらこの縁に沿って2センチの太さに切ってまた戻っていきます。これでネクタイをぐるぐるぐると切ることができました。細いところ太いところはあるのですが、それも折るといい味になるのであまり気にせずにとにかくハサミで切っていきました。今回はお家に眠っていたネクタイを11本ハサミで切っていきました。板ひに巻いていきます。巻いているうちに切れてしまいましたら結んでいきます。また巻き戻します。
タイ1本分で約このぐらいになります。それでは折っていきます。折り機には先折りマットを折った時と同じ縦糸が貼ってあります。こちらの長は30刃で1センチ3本の間隔で縦糸が入ってまして、面の糸が2本取りにセットしてあります。折り始めのステ糸が7段と房の手前の細い糸が5段すでに折ってある状態です。それでは折っていきます。1段目は5センチほど出しておきます。1段目に出ていたものを2段目に入れて端の処理をします。折っていくとこのように角や節が出てくるのですが、気になるようなら裏面に隠すようにして折ってあげると表にはあまり響かなくなります。結んだところは手でほどいて、ここの部分が重なるようにして折るとほどけませんので、二重になるようにして折っていってください。これで1本分のネクタイを折ることができました。約10センチぐらいのものが折れました。2本目のネクタイを続けて折っていきます。柄はこのような感じです。続けて折りますので、1本目の端っこを入れまして、また重ねるように2本目の端を入れていきます。2本目のネクタイは生地自体がとても薄かったので、1本分で約4、5センチぐらいになりました。3本目のネクタイもシルクです。表は白で裏は白とグレーのしましまになっています。4本目はこちらのストライプ柄のネクタイを折っていきます。5本目はこのような柄のネクタイです。6本目はこのような柄です。
7本目はこのような柄です。8本目はこのような柄です。こちらは9本目のネクタイの柄です。こちらは10本目のネクタイです。11本目のネクタイです。ネクタイ11本分が折り終わったので、最初と同じように細い糸を5段折りまして、その後にステ糸の糸を折っていきます。細い糸とステ糸まで折り終わりました。次に折り機から先折りの生地を外します。房分を残してハサミで切っていきます。このような感じになりましたので、ステ糸を取りながら房を結んでいきます。折り始めと折り終わりの房を結ぶことができました。こちらで完成です。ネクタイの柄ははっきりした柄が多いと思いますけれども、ハサミで細く切って折ることによって面白い色柄に生まれ変わったと思います。ネクタイはシルクの生地でとても高級なのですが、先折りにしてもとても重厚感も感じられるし、ツヤもありますし、とても高級な生地に織り上がると思いました。こちらの生地は
タペストリーにしてもいいと思いますし、テーブルセンターとしてもお使いいただけるかなと思います。ネクタイがご自宅に眠っている方は是非お試しください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が気に入っていただけた方は是非高評価ボタンをお願いします。なおなおでした。